岩観光察ラジオへようこそ。夜行バスに乗って遠くへ出かけたことはあるでしょうか。出発地のざわめきから離れ、暗い車内で眠りにつく。そして数時間後、ふと目が覚めた時に降り立つ深夜3時のサービスエリア。皆さんはあの場所で奇妙な感覚に陥ったことはありませんか。周りにはたくさんの人がいるのに、なぜかとても静かで現実感が薄い。自分が今どこにいるのか、そもそもここは本当に現実の世界なのか、そんな風にふと足元が曖昧になるような不思議な感覚です。今日はあの深夜のサービスエリアに漂う説明しにくい違和感についてじっくりと考えていきたいと思います。夜行バスの車内は独特の空気を持っています。完全に消灯され、窓のカーテンが隙間なく閉められた空間。そこは外界から遮断された動く密室のような場所です。聞こえてくるのは床下から響くエンジンが低くうなる音と、タイヤが高速道路のアスファルトを擦る一定のリズムだけ。そしてすぐ隣や前後から聞こえる見知らぬ乗客たちのかすかな寝息や窮屈な体勢を変える時の絹ずれの音だけです。そんな暗闇とまどろみの中で、時間がどれくらい経ったのかもわからなくなった頃、突然静かなアナウンスが流れます。間もなく休憩場所にご到着いたしますという運転手さんの控えめな声。同時に車内の照明がほんのりと点灯し、目を閉じていてもまぶたの裏が明るくなるのを感じます。バスがゆっくりと減速し、大きな車体を揺らしながら駐車場へと入っていく。プシューというアブレーキの音とともに車体が完全に停止し、前方のドアが開きます。その瞬間、外の空気が足元から冷たく流れ込んできます。眠気で重い頭を抱えながら狭い通路を抜けて外へ出る。その時に感じるのが脳が追いつかないほどの強烈なギャップです。暗く狭い車内から一転して、そこは眩しいほどに照明が照らされた広大なアスファルトの空間です。真夜中であるにもかかわらず、そこだけは昼間のように明るい。冷たい夜の空気と大型トラックから吐き出される排気ガスのツンとした匂い、どこかでアイドリングを続ける重低音が空気全体を震わせています。眠気でぼんやりとした頭には、その強い光と匂い、そして音がどこか遠くの出来事のように感じられます。まるで宇宙船に乗っていて、見知らぬ星の基地に一時帰港したかのような、そんな日常から完全に切り離された感覚がそこにはあります。そしてその空間を歩き始めると、さらなる違和感に気がつきます。それは無言で歩く人々の群れです。深夜3時という時間帯に何十人何百人という人がその空間にいます。年齢も性別も服装もバラバラな人々がそれぞれのバスから降りて建物の方へ向かっていく。しかしこれだけ多くの人間が密集しているのに、話し声が全く聞こえません。誰もが黙々と少しうつむき加減で同じ方向を目指して歩いているのです。まるで見えない糸に引かれているかのように、あるいはあらかじめプログラムされた機械の部品のように、日常の街中であれば、これだけの人が一箇所に集まっていれば、笑い声や話し声、足音などさまざまな生活の音があふれているはずです。朝の通勤ラッシュの駅も確かに無言で歩く人は多いですが、そこには急ぐという明確な目的や
社会活動に向かうエネルギーがあります。しかし、深夜のサービスエリアを歩く人々の無群には、そうしたエネルギーが一切ありません。ただ、トイレに行く、飲み物を買う、少し背伸びをして体をほぐす、それだけの最小限の目的のために、生命力を落としたまま動いているような、静かで不気味な群衆、彼らと一緒に並んで歩いていると、自分自身もまた、その無感情な群れの一部に溶け込んでしまったような、奇妙な感覚に陥ります。自分は今、本当に自分の意志で歩いているのだろうか。そんな根源的な疑問すら、頭をよぎるかもしれません。無機質なタイル張りのトイレで用を済ませ、冷たい水で手を洗う。鏡に映る自分の顔は、強い蛍光灯の光に照らされて、どこか他人のように青白く見えます。そして建物から外へ出ると、今度は別の不安が待ち受けています。それは、広大な駐車場に並ぶ、無数の大型バスの列です。どれも同じような大きさで、暗闇の中にずらりと整列しています。フロントガラスの奥は真っ暗で、中にいるはずの乗客の姿は見えません。ただ、車体の側面にあるロゴだけが、街灯の光を反射して光っています。自分が乗ってきたバスは、どれだっただろうか。一瞬、記憶が抜け落ちてしまうことがあります。バスの車体の色や、止まっていた場所、ナンバープレートの数字、それらが突然思い出せず、同じような顔をしたバスの列を前に立ち尽くしてしまう。その時に感じるのは、単なる迷子になったという不安だけではありません。もし自分のバスを見つけられなかったらどうなるのだろう。このままバスが発車してしまい、自分一人だけがこの見知らぬ場所に置いていかれたら、周囲にはあんなにたくさんの人がいるのに、なぜか圧倒的な孤独感に襲われます。それは自分が今いる場所が日常の地図には存在しないような、どこか別の次元の空間に思えるからです。置いていかれた自分は、明日になってもここから抜け出せず、ずっとこの明るい暗闇の中をうろつい続けるのではないか。そんな非現実的な想像が、ふとリアリティを持って迫ってくる。それほどまでに、深夜の駐車場に並ぶ無数のバスの影は、不気味で冷ややかな雰囲気を放っているのです。そして、建物の内部でも、時間は奇妙な流れ方をしています。高々と明るい照明に照らされた、広々としたお土産物コーナー。壁一面に並んだ色鮮やかなお菓子の箱や、ご当地キャラクターのキーホルダー、きれいに陳列された名産品が、静かに光を反射しています。しかし、そこには買い物客の姿はほとんどありません。レジの奥には店員さんが立っていますが、どこか遠くを見つめているような、静止したような状態です。深夜3時に、誰がここで木刀を買うのだろうか。誰がここで大きな箱に入ったおまんじゅうを嬉しそうに買うのだろうか。そんな疑問が湧いてきます。もちろん物流の拠点として、あるいは夜通し運転する人たちのために24時間開いていることは頭では分かっています。しかし目の前にある明るくて賑やかな商品の並びと、誰もそれを手に取らないという現在の状況が激しく矛盾しているように感じられるのです。まるで人間が突然消え去ってしまった後の世界で、自動システムだけがのびのびとお店を開き続けているかのような、あるいは映画の撮影のために作られた巨大なセットの中に自分一人だけが紛れ込んでしまったような、誰もいないのに明るく、
誰も買わないのに商品は完璧に揃っている。その過剰なまでの日常感がかえって非日常を強く浮き彫りにします。時間を切り取られ真空パックにされたようなその空間に立っていると、自分の時間感覚までが狂っていくような錯覚を覚えます。自販機コーナーに向かうと、そこにもまた独特の空気があります。ずらりと並んだ自動販売機が機械的なモーター音を響かせています。お金を入れてボタンを押すと、ガコンという無機質な音とともに温かい缶コーヒーが転がり出てくる。それを取り出した時の手のひらに伝わる人工的な熱。周囲には同じように缶コーヒーを握りしめ虚空を見つめながら飲んでいる人たちがいます。誰もスマートフォンを見ず、誰とも会話をせず、ただ温かい液体を喉に流し込んでいる。その光景は人間がエネルギーを補給するための単なる給油所のように見えます。なぜ私たちは深夜のサービスエリアでこれほどまでに奇妙な浮遊感を感じるのでしょうか。それはおそらくそこがどこでもない場所だからです。日常の生活空間には必ず文脈があります。家には家族の生活があり、学校には学びの空間があり、職場には仕事の責任があります。私たちは常に何らかの役割を持って特定の場所に存在しています。しかしサービスエリアにはそうした日常の文脈が一切存在しません。誰もそこに住んでいないし、誰もそこを最終目的地としていません。そこはただ通り過ぎるためだけの場所です。出発地という過去と目的地という未来、その2つの間をつなぐ細い糸の中間地点、いわば時間と空間の空白にポツンと浮かんだ島のような場所なのです。私たちは夜行バスに乗ることで日常の文脈から一時的に切り離されます。会社員でもなく学生でもなく親でも子供でもない、ただの移動する物体として暗い車内に身を預けています。社会的な役割やしがらみから完全に解放された、ある意味で究極の自由な状態。しかしそれは同時に自分をつなぎ止めておく怒りを失った状態でもあります。何者でもない自分としてどこでもない場所に降り立つ。だからこそあんなにも足元がふわふわとし現実感が薄れてしまうのではないでしょうか。無言で歩く人々の群れもそれぞれが社会的な役割を脱ぎ捨てたむき出しの存在だからこそあのように無機質に見えるのかもしれません。そこにあるのは社会というシステムからほんの少しの間だけこぼれ落ちた名もなき時間です。誰の記憶にも残らない、記録されることもない空白の数十分間。そしてその空白の時間には独特の匂いがあります。遠い土地の空気が混ざり合ったようなかすかな排気ガスの匂い、自販機から出てくる熱すぎる缶コーヒーのプラスチックの匂い、深夜の冷え切った空気とトイレの消毒液の匂い、それらが混ざり合い脳の奥深くに記憶として刻み込まれます。何年経ってもふとした瞬間にあの冷たい空気と眩しい照明を思い出すのは、あの場所が私たちの無意識の領域に強く訴えかける何かを持っているからでしょう。それは日常の中では決して味わうことのできない完全な孤独と完全な解放感が同居する感覚。不安でありながらどこか心地よく懐かしいような気さえする、そんな複雑な感情があの明るすぎる空間には満ちているのです。温かい飲み物を手に
冷たい空気を切り裂くように歩き、ようやく自分の乗ってきたバスを見つけ出す。ドアの階段を上り、見慣れた運転手さんの背中を通り過ぎて狭い通路を通る。そして自分の座席に戻る。その瞬間に訪れるのは言葉にできないほどの安堵感です。つい先ほどまではただの窮屈な椅子に過ぎなかったその場所が、今は世界で一番安全なシェルターのように感じられます。倒したままのリクライニングに体を沈め、ずれていた毛布をかぶり直す。周りからは再び乗客たちの規則正しい寝息が聞こえてきます。自分はまたこの小さな共同体の中に戻ってくることができた。名前も知らない、二度と会うこともない人々の集まりだけれど、今は確かに同じ目的地へ向かう仲間としての安心感があります。やがてドアが閉まり、バスはゆっくりと動き出します。エンジンの振動がシート越しに伝わり、窓の外の景色がゆっくりと後方へと流れ始める。こうこうと輝いていたサービスエリアの光が少しずつ遠ざかっていきます。そしてバスは再び真っ暗な高速道路の本線へと合流していく。窓のカーテンを少しだけ開けて外を見ると、そこにはただ街灯のオレンジ色の光が等間隔で過ぎ去っていくばかりの果てしない暗闇が広がっています。先ほどまで自分が立っていたあの明るい場所は本当に存在したのだろうか。それとも長い夢の中で御霊殺しだったのだろうか。そんな疑問を残したままバスは夜の底を滑るように進んでいきます。深夜のサービスエリア、そこは日常と非日常の境界線に現れる不思議な蜃気楼のような場所です。私たちはそこでほんの短い時間だけ自分自身や社会から切り離された空白を体験します。それは少し不安で、少し寂しく、そして説明のつかない静かな違和感に満ちています。もし次に皆さんが夜行バスに乗る機会があったら、あるいは深夜のドライブでサービスエリアに立ち寄ることがあったら、その時周りの風景や人々を少しだけ違う視点で観察してみてください。明るすぎる照明の下で言葉を発さずに歩く人々の群れ、暗闇に整列した同じ顔をしたバスの黒い影、誰もいないのに明るい土産物コーナー、そこに広がる時間が止まったような空間の余韻。もしかすると日常の世界の方が実は巨大な作り物で、あの無機質な深夜の空間こそが本当の現実の姿なのかもしれない。そんな少し奇妙な考えが頭をよぎるかもしれません。私たちは常にどこかからどこかへ移動し続けています。その移動の合間にぽっかりと空いた名もなき時間と場所、そこに身を置いた時に感じる静かな不安は、私たちが生きていることそのものの根源的な孤独を映し出しているのかもしれません。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次の違和感でお会いしましょう。